こんにちは、トランスです。今回はレーサーチェイサーを攻略します。アーケードパラダイスの中で最初からコインランドリーに置かれているオリジナル3のうちの一つです。やることリストにもよく出てくるので、プレイした回数は多いはずです。レーサーチェイサーのトロフィーは全3ステージをクリアすることが条件です。そして1回のプレイで達成する必要はありません。これは助かります。何しろ残機の考えがないので、ワンミスでゲームが終了します。はじめに攻略する上でとても大事なことがあります。それは自分がクリアしたステージをしっかりと覚えておくことです。この動画の撮影を始める時点でトランスは2つのステージをクリアしていました。そして三角ボタン長押しでゲームを終了しながら残っているステージを選んだつもりだったんです。ところが今プレイしているステージはすでにクリア済みでした。これ意外と多くある事例のようです。アーケードパラダイスの序盤は時間に追われています。隙間時間にゲームをプレイしながら雑用をこなしますので、クリアしたことすらはっきりと覚えていないのです。ただトロフィーと目標が重なっていて PDA で到達度が確認できます。トランスは勘違いして夜のステージを残しているつもりでした。皆さんはスクリーンショットを撮って資料を残しておいてください。トランスの記憶に問題があるって。それは真理です。さあ、ではいつも通りそろそろ攻略を始めましょう。元のゲームは間違いなくナムコのパックマンです。パックマンは斬新なゲームでした。敵から逃げてドットを食べるアイデアはセガのヘッドオンが元祖です。なんでヘッドオンを考えた人にノーベル賞が授与されないのか不思議ですが、本題に戻ります。そしてステージをクリアしてもトロフィーが取得できませんでした。やめようかと思ったのですが続けてしまいました。さてパックマンはデザインが優れていました。キャラクターはもちろん色使い、ワープゾーン、逆襲、そしてステージ数をフルーツなどを並べて表してステージ間のコーヒーブレイク。間違いなくナムコの黄金時代の幕開けを象徴するアーケードマシンでした。ただしこのゲームはパターンを覚えることが攻略の全てでした。毎回アドリブでは5面のリンゴまで到達することすらままなりませんでした。レーサーチェイサーもどうしてもトロフィーが取れない事態になればトランスはパターンを作ったと思います。ですがパックマンの頃のアイデアでなんとかなりそうです。それは4箇所のパワーアップを食べて無敵の間に札束を掃除することです。この時に引き返してもいいから食べ残しをできるだけ残さないことです。これはパックマンの頃に実践されていたことですが、レーサーチェイサーのように画面全体が見えない場合は特に重要です。四隅をきれいに掃除してあれば迷うことはなくなります。そしてレーサーチェイサー特有の攻略に移ります。まず画面全体が見えないので確実に挟まれます。そしてパトカーが必ずしも自分に向かってくるわけではないですが、ステージの中でどうしてもかわせない場面に出くわします。追突されて車から放り出されたら第2ラウンド開始です。おまわりさんに対しては攻撃ができます。倒せるわけではないですが一時的に動きを止められます。この時におまわりさんが建物の死角に潜んでいることがあります。これはゾンバット2でもよくあります。近道でも建物の影を横切らないように気をつけましょう。徒歩で戦っている時には札束を奪えません。早くこの状態を脱出したいのですが、捕まったらゲームオーバーです。できるだけ安全に逃走車両まで逃げましょう。逃走車両まで逃げても安心はできません。車の位置はランダムで、さらに再開時にすでに挟まれている状況もよくあります。すぐに第2ラウンドも再開することを意識してください。
ここは精神的な強さが求められます。さて、もう少しでクリアできそうな状況、つまり残りの札束が少なくなってきた時の戦略を考えます。この時に食べ残しが各地に散らばらないようにしておきます。そして食べ残しの周りに敵が固まっていることはよくあります。明らかに敵が密集しているところに突っ込んでいっても結果は得られません。敵を誘導して食べ残しのそばから排除しましょう。大きくサイドチェンジしても構わないですし、レーサーチェイサーのワープゾーンは使い勝手がいいように感じます。トランスは動画の中で序盤に食べ残した札束で苦しんでいます。あと少しのところでパトカーにぶつけられています。ここまで来たら絶対にクリアするという気持ちでいきましょう。食べ残しの場所は分かっています。ですが、パトカーも多くいそうです。チャンスです。やっとクリアしました。一番視界の良さそうな昼間が最後までクリアしていませんでした。いかがでしたか？また来週お会いしましょう。